でこの上が、宝箱が取られちゃってるのかな、この上初見じゃわからないよな。がそうだね。でレベル上げは先にメタルスライムがね出るところがあるんで、そちらでね、これで、はい、これで、主人公のも、ダメージがね与えられるようになります。ちょっと先にメタルスライムが出るところがあるんで、そこで、レベルをね上げたいと思います。これで主人公が5かな。ベホイミ覚えれば、あとは大丈夫ですね。ベホイミ覚えれば。覚えましたね。あのメタスラポイントは想定していたのかな。どうなんだろうね。アリーナたちがやった聖水狩りかな。そう。だからなんだっけ、別に主人公のレベルは道中狩りしていけば十分足りますね。道中狩りしていけば。はい、OK。じゃあ出ます。ついでにボンモールをブックマークしますか。ボンモールがブックマークできるんでね、移動しながらボンモールもブックマークをしたいと思います。今ルーラー使えばよかったと思った今素でさルーラー使えばよかったなと思ったまあいいか、経験値入るしね。キメラの翼を見て。あれ、キメラの翼落ちた？キメラの翼は持ってないはずだね。落ちたのか。ごめん。そうだ、キメラの翼使いましょう。ここで今、ブックマークしたら移動しなくちゃいけないんで。で、これで、ボンモールに行けるようになったんで、これでキメラの翼。これですね。で、ブランカに行って、進みましょう。他の章で断片的にワールドマップを開示したからすごく広く感じたけど、いざ勇者で世界を回ると狭い世界を回ってたなと感じる不思議。確かに、だからほら、第5章編成したのかな。意外とマップがそんなにすごい広いわけではないからね。まあ、データの容量問題とかもあるんじゃないのかな、データの容量問題とか。ファミコンだからね、どうしてもほら、データに上限があるからね。はい、じゃあ、ボス戦行きましょう。多分、倒せるとは思うけどね。
ブルスライムが多いんだ。同じターゲット、5章はこれがきついんだよ。大体なんかターゲットがね、被るんだよね。まあ、そういうシステムなのかもしれないけどね。あ、こっちは行かなくてもいいのかな。あ、まあ一応話聞きますか。砂漠を越えるためには馬車が必要なんだけど、その馬車をね、ちょっとなぜか手に入らないんで、その手に入れるためにダンジョンにちょっと行くっていう感じですね。この馬車が欲しいんだけど、っていう感じですね。で、誰も信じないっていうことなんで、信じてくれるようなアイテムをね、探しに行きたいと思います。そんな簡単に信じてもらえるアイテムあるわけが。かっこ棒読みですね。かっこ棒読みです。本当です、信じてください。でもなんか、そんなアイテム、なんか、ちょっと変なことに使われそうだよね。なんか主人公がいまいち成長してねえな。主人公がなんかね、いまいちステータスの伸びが悪いな。黄金の腕輪でも取り戻すのかな。姉妹の方が伸びてますね。ハプがひどい。ますますあれじゃないか、ますます争いないじゃん、黄金の腕輪なんて持ってきたら。あ、これいいですね。この岩破壊するエフェクトいいですよね。本当に勇者か不思議がってそう。本当だね。ね、このエフェクトがいいですよね。この岩を破壊するエフェクトも。あ、仲間が、まあ、強い仲間に囲まれて冒険してるから経験要素薄いわな。確かにね。あ、いた、仲間が。マーニャとミネアが。待って待ってですね。待って待ってですね。これどっかで見たな、これ。お前が地獄に落ちるなんてですね。ベロベロですね。和骨です。はい、こんばんです。うわうわやばい。あー、やばい。まさかマヌーサー、しょっぱから使ってきやがった。マヌーサは困るな。マヌーサ困るな、マヌーサ、本当に。マヌーサはめんどい。だからってメラ打ちまくるとね、あっという間に MP なくなっちゃうしね。ヒュン。これは、姉妹が追いかけられてるけど、無視して、階段に行きましょう。そうすると、急に画面が止まって、食べられちゃう。私じゃなくてお前がなっていう。できましたね。裏切り小僧です。じいさんいなくてよかったな。仲間割れしてる仲間。回復するか。
仲間割れしてる。あ、どっか行っちゃった。あ、どっか行っちゃったどっか行っちゃった。耐えたりつかしたよ。すごい。900の経験値は大きいですね、この時点で。多分このぐるぐる回って騙そうって罠に反対だったんだろうな。最初の威勢は何だったんだ。本当だよ。あ、そう、HP10 も上がりましたね。あ、いた。待って待って待ってですね。本物のシュみたい。エンドールでミネアの方がカジノにいた。合っている。いい絵ですね。これね、間違っても、大丈夫ですよ。間違ったから、なんだっけ、ゲームオーバーになるとかはありませんのでね。これ間違って、攻撃仕掛けられたら大変なことになっちゃうからね。で、奥に進んで、あれですね。ホフマンが信じてくれるアイテムをね、持っていきたいと思います。口数が少ないから判断してくれたのかな。それも命の木の実の使用でハプ上限に引っかかってたのかな。いきなり強くなってて驚きますね。ありましたね。信じる心なんかストレートなネーミングだよね。はい、じゃあさっきのホフマンのところにね、戻りたいと思います。あ、間違えました。でもこれすごいね、岩を破壊してるんですよ。一番大事。いまいち効かないね、呪文。こうやって結構ね、呪文が効かないんですよね、4は。だから、4は、なんだっけ、納金パーティーになっちゃうんですよ、結局。ほらね、ゲラとか効かないんだよ。だから、なんで4って納金パーティーになっちゃうんですかっていうと、呪文の有効性が低いんだよね。ただ、5はさ、ほら、仲間モンスターが、灼熱の炎とか輝く息とか使えるんで、仲間モンスターの方が逆に強くなっちゃうんだよね。だいたい4だと、なんだっけ、ヘルバトラーとか、辺使えますよね。5か5だと。ヘルバトラーは灼熱炎も輝く息も使えるからね。よくさ、あった質問が、5でスライムって最強なんですかって言うんだけど、スライムも灼熱炎とか使えるんだけど、問題なのは耐性なんですよね。単発より攻撃メインで使って無プ枯渇しやすいし。そう、ヘルバトラーとかは呪文耐性とかいろいろ耐性があるので強いんだけど、スライムは耐性がないんで、レベル99にしても確かにステータス上はすごい結構強そうに見えるんだけど、ダメなの。だから一番多分5で強いのははぐれメタルかな。はぐれメタルに命の木の実をガバガバ食べさせて HP を200か300ぐらいにすると多分めちゃくちゃ強い。指輪取りに行くときかなり苦戦しましたね。そうそう。はぐれメタルはなんだっけ、ノーマルの状態では HP は7か8ぐらいしかなくて、マックスまで上げてもだから全く使い物にならない状態に見えるんだけど、命の木の実をガバガバ食わせることによってそれがカバーできるの。そうすることによってとんでもない化け物が生まれるからね。HP200 ぐらいまで上げちゃえば十分だけどね。そこまでやるのは大変だよ。ねえ、命の木の実を。スライムが強いのは裏技前提で序盤から灼熱を使っていく作戦かな。耐性と防御が高いからね、はぐれメタルは。そう。
5もやりましょうか。5もいずれやりますんでね。5はじゃあ全部のモンスターを仲間に入れましょう。例の裏技使ってね、例の裏技使って全部のモンスターを仲間に入れてやりましょう。育てたハグリンがボス戦言うと痛恨でひどい目に遭うのでボス戦がちと辛いですね。本当にそうだ。命の木の実の場所を覚えて拾わないプレイしなきゃだろうし、人し好みですか。そうそうそう。いや、あとはほら、なんだっけ、ドロップ。命の木の実をドロップする敵を延々と狩らなくちゃいけないから、すごい大変なんだけどね。信じる心。そうか、一番大事な宝物って人同士が信じ合うことなんだね。ね、今のインターネットにこの人し好みの由来が素敵。ね、子供の名前。そう、もうこの文章をさ、今のインターネットの SNS に上げたいよね。ね、誹謗中傷じゃなくて、一番大切なのは、ね、人同士が死んじゃうことなんだよっつってね。まあ、分かり合えたらニュータイプなんて必要ないんだけどね。それができないからみんな悩んでる。そんなもので信じるなんては。本当だね。今日はそろそろ失礼します。はい、お疲れ様でした。パトリシャですね。間違ったこと信じそうだな。人は分かり合えないから分かり合おうと努力するから。確かにね。で、またガンガン進んでいきます。で、ちょっとしばらく進むと、だからって通りすがりの怪しい旅人を信じるのは常識的にどうかと思ってしまうのは汚れてるからなのか。まあ、そうだね。そうだねっていうしかねえよ、こっちは。そうだねっていうしかない。そのための信じる心なのです。確かに。なんかもう綺麗なジャイアンになってそう。確かに。綺麗なジャイアンは本当面白いよね。あれ、当時さ、テレビに見て大爆笑してたら腹抱えて笑ってたからね、綺麗なジャイアンはさすがに。逆に見ず知らずの旅人が自分のために信じる心持ってきてくれたから信じたんだよ。なるほど。いいね。いいね。そのセリフいいですね。エンカウント高くねえかい。エンカウント率がめっちゃ高い。まあ魔法のある世界なので、信じる心も不思議な何かがあるのだと思う。大の大冒険っぽいセリフだな今の。確かに。大の大冒険もね、まさかのこの令和の時代にまたでも最後までやってほしいね。せっかくやるんだから途中で打ち切りは絶対やめてほしいね。ねえ、やるんだったらやっぱ最後まで見たいですよね。最後まできちんと最終回までやってほしいですね。ここは何もなかったはずな。あ、いらないもの売っていくか。薬草、お弁当。
パパの世代がドストライクだからドラゴンボールみたいにちゃんと最後までできるんじゃないかな。ああ、やってほしいですね、なんか本当に。ここはプレステ版だと結構アイテムあったけど、ファミコン版だとアイテムは特にないかな。アイテム、ああ、ここになんかあった気がする。あ、ないか。ここになんかあったよね。あったあった、ほら、近くに立ってる。このぐらいかな。ここの町は、観光ですね。観光やってる町で、ここを救った人が、す後ごい、ろと虎並みに超ハイペースになるのかな。じゃないかな。ここを救った人がとんでもない鎧を着ていたっていう話ですね。右上の、シスターの先に、鎧があるの。ただ、夜にもう一回この町に来ると、なんだっけ、その鎧が、別物にすり替わってるっていうセリフがあるんですよね。だからその助けた鎧が、なんだっけ、どっかに行っちゃったって話ですね。来ましたね。来たなのと。こいつはギラ使うからきついですね。エンカウントすごいなこれ。主人公もギラ使うか。だから同じようですが、エンカウントはすごいね、やっぱファミコンの頃は。これやった後プレステ版やるとね、逆にエンカウントがしなくてさ、びっくりする。まあなんだっけ、スーパーファミコンの3か、3からほら、あと6ホか。フマンも経験値吸ってるのかな。いや、吸ってはいないね、ホフマンは。ホフマンは一切なんだっけ、経験値が上がらないね。口笛が出てから楽になりましたね。口笛が出てからかなりレベル上げとかが楽になりましたね。来ました。ここは確か金の髪飾りがあった気がする。あ、まずあれだ、ルーラだ。あれ、アイテムをなんか無駄なアイテムいっぱいあるんでね、預けてきます、無駄なアイテム。スライム系しか出ない塔でメタル狩りしてたな。あれああ、さ、先のやつだね、結構。まず信じる。これも預けとくか、一応。あれだね、仲間はまず少ないんで、アイテムがね、全然持てないんでね。で、ここでは、トルネコの店だっけ、ここ。店っていうかあれだ、トルネコはここで、船を作ってるんですね、船を。で、これですね、金の髪飾り。これが確か最終防具だったかな、ミニアとか。
それますます硬くなったね。こんな序盤に手に入るのか。そうだよ。結構早めに船手にあるんですね。で、ここに、船の中に、メダルがありますね。小さなメダルですね。小さなメダル。2個があんのかな ?2 個、確か。ありましたね。小さなメダル。ついに出てきましたね。小さなメダル。防具とか少ないのが服を感じますね。ああ、確かに。スーパーファミコンじゃなくて、プレステ版か。プレステ版とかになるともっと増えてますからね、防具とか。あ、違う違う。もう一個船あるんで、もう一個。あ、違う。ああ、そっか。あ、違う違う。いいんだ。この船が1個。思い出した。この船が1個で、もう1個あっちに船があるんだ。あれ、船に2個。逆に今までのショーになかったのか、小さなメダル。小さなメダルはね、データだけだったら3にあんのかな。データだけだったら。ただ、3はデータだけで、なんだっけ、実装されてないのかな。で、4は、その小さなメダルがついにね、実装されたっていう感じですね。ただ、これでは、累計報酬じゃなくて交換ね。その後の作品では累計かな。メダルの集めた累計に応じてアイテムもらえるんだけど、これは、累計じゃなくて、メダルの、個数と交換。だから、消費アイテムみたいなもんですね。で、これで聖水が持てるんで、聖水持って、レベル上げに行きましょう。よし。じゃあこれでいきましょう。あ、宿屋泊まって、レベル上げね。メタル狩りをまたやりたいと思います。てか袋ないのにそのシステムだと薬草持てないのか。そうそう。だから薬草をあまり持てないんだよね。残念ながら。まあ、アイテムが、ほら、結局ほら、星ウルデアも装備してるから、装備品だけで5個アイテム使うんで、3つしかアイテム持てないんだよね。3つしか。仲間が増えれば、持てるんだけど、仲間が増えないまだ序盤の辺は、薬草を持っちゃうと、他のアイテム持てなくなっちゃうんだよね。かまいたちがバギ使うのかな。かまいたちがちょっと先に倒した方がいいですね。言ってるそばからバギを。補欠メンバー荷物版なのか。そうだね。補欠メンバーは、回復系荷物版ですね。ミネアとかは、完全に薬草代わりですね。ミネアは。でも、これさ、名称的にさ、倒しちゃダメな気がするのって。これ名称的にさ、ほら、まあ、30年前だから、まあいいんだけど、これ結構昔のゲームってさ、名称的にまずい名前結構使ってるよ。